オラウマのどうもジェラノデロスと申します。9回の猫背を終えたバーチャル猫又になりました。やってまいりましたよこの時間猫又フリーク猫又フリークではですね、僕の、やばい話とか怖い話、実体験の話、人コアとかいろんな僕に関係するお話をさせていただくつもりです。ではですね、今回お話しさせていただくのは、まずですね、事故物件のお話とか、いろいろとね、お話しさせていただいた上で、いよいよ、この話ですね、なぜ事故物件のアルバイトをするようになったのかというお話をさせていただきます。なんかシロくんが急に来たんだけど。簡単にお伝えすると、僕、そうなんですよ。何回かその神隠しにあった上で、君なら絶対その死ぬことはないだろうということで、事故物件の依頼を受けていくんですよね。その話をちょっとね、かいつまんで、お話しさせていただこうかなと思っております。まず、事の発端ですね、以前動画で上げさせていただきまして、山の中で、神隠しにあったりとか何かと出会ったりとかいろいろとあったんですけど、それをですね、地元では神隠しにあったのに帰ってきたのは、その神様からなんか印契約をして、この世に戻ってきた神に愛されし子供っていうことでね、人間の姿してたんで、そういう僕が拝まれる時期があったんですよ。地元のね、なんかほんと昔の話なんで、特定にもならないだろうとは思ってるんですけど、それを長野から出てちょっとね、いろいろやって、で関東で生きていくには難しかったんですよ、いろいろと。でその中で簡単にいい食住の中、住む場所を手に入れる方法として事故物件のできるようになったという形なんですよね。以前お話ししたんですけど、だいたい事故物件のですね、お仕事の受ける条件としては、ランクがありまして、本来はなんか日本人のなんか一般的な人たちとか大学生とかが、何かしらの事故物件に住んで、それを1ヶ月とか1週間とか、1日でもいいんですけど、それがあればそこで事故物件がありましたよ、事故がありましたよっていうのは、告知義務がなくなるんですよね。ただ何かしらあってもうその人たちが逃げちゃったとなると、その上のランクである主に日本人だけどお家とかなんか困ってる人が住む、だからもう身寄りがない人とかがなんか住むというなんか条件になるんだよね。ちょっとランクが上がるんですよ。だから危険度が高くなるっていうんですかね。でそこで僕に行くまでにまずそこであるじゃない。でもそのお家がもうなくて困ってる人たちですら逃げちゃったとってなると、今度は外国人に依頼が行くんですね。外国人労働者、当時ビザがない人とかが結構多くって、でそのビザがない人たちに一定期間を住まわせるっていう話になるんだけど、でその外国人ですら逃げてしまったら、今度は危険度こうみたいなになって、その外国人の人たちですら躊躇するような条件になるんですよね。で依頼先が払うとかなんかそういうことができる人間、またはもう命すら投げ打ってでもとりあえず給料がいい仕事にありつきたい命知らずな人にその仕事が行くんですよ。でそこで、僕が候補として上がるんですよね。というのも、僕は命知らずだからというよりかは、この依頼を請け負った人がもう人間さんがもうこれ以外は無理だって、もうとりあえず僕を抱えて、生きていくのにはもう難しすぎる、頼れる人間さんもいない、じゃあもうここでもうこの僕と一緒にもうこの世からなくなっても構わないということでこの仕事を請け負うんですよ。で僕が請け負った結果、大体ですね、条件はその大体みんながいなくなる、その下のランクの人たちがいなくなる条件、なんか日数とかを加味してなんかその
こんくらいまではちょっと様子見ましょうみたいな感じがあるんですよね。で、大体、どの物件も僕はクリアしちゃうっていうところが、そうなんですよね。で、それで、その様々な危険な仕事とかを請け負い続けるっていう結果になったんですよね。うん。僕、当初この事故物件の仕事は、正直言うと、もし請け負って失敗していたとしたら、皆さんと会うことはなかったっていうことなんですよね。ただ、成功してしまって、危険症状っていうんですかね。本来なんかこういう危ないことが起きますよって、それぞれの物件にいろいろあるんだけど、その危険症状がなくなって、僕は今ここにいるっていう感じです。世の中ってね、いろいろあるんですよ。で、僕はですね、普通に全部突破しちゃったので、で、突破しちゃったっていう理由は憶測なんですけど、以前ちょっとお話ししたんですけど、僕にくっついてるんですよねっていうお話をさせていただいてるんですね。そのくっついてるみんなが、おそらくその事故物件にいた何かたちより、強かったか、上位存在だったゆえに、引き続き僕はここにいるっていう形になります。僕はね、もうみんなとですね、仲良くなったっていうか、仲いいというか、僕はどっちかっていうとみんなの愛玩動物みたいな形になってるんで、助けてはくれるけど、なんか求めてる助けというよりかは、周りを消していったりとか、その症状をなくしていったりとかするっていうところで、助けていただいてるという形です。なので、僕の都合のいい解釈とか、僕が都合のいい時に助けてくれるとかではないんですよね。なので、時間差を意地悪してる人間さんが、急に癌とか不治の病になったりとか、会社が倒産してしまうとか、僕に何らかの還元があるっていうのが、僕の見解ですかね。いかがだったでしょうか、事故物件にね、至る話だったんですけど、請け負うきっかけとなったものは、やっぱり長野での、神隠しとかいろいろあった話がゆえに、事故物件の仕事を請け負うことになった。今後もですね、猫又フリックでは、このように、僕が様々なですね、仕事を請け負うきっかけになった話とか、一コアとかね、どんどん話していくつもりなので、何卒ですね、チャンネル登録、高評価していただけるととっても嬉しいです。皆さんもですね、悪いことをしないように、神様は見てるんでね、僕もいずれ1222突破したら猫神になる予定なので、よろしくお願いします。僕も君を見ているよと。はい。チャオー。なんかさ、この話をするとさ、カメラがさ、ピカピカ大変なことになってるんだけど、怪奇現象ってこと